さきは2年前からこの高校の合唱部に入っている。声が綺麗だと言われることが多く、部活の中でもいつもソロのパートを任されていた。入部したばかりの頃は、人前で歌うことが恥ずかしくて、うまく声が出せないこともあった。しかし、練習を重ねるうちに、いつの間にか歌うことがさきにとって一番好きな時間になっていた。合唱部の部員は全部で20人ほどだった。3年生が引退した後は、2年生のさきたちが中心となって部を引っ張っていく立場になっていた。今年のコンクールには、これまでで一番力を入れて臨むつもりだった。顧問の先生も、今年のメンバーなら、県大会に行けるかもしれない、と、期待をかけてくれていた。10月のある日、合唱コンクールまで、あと3週間だった。練習は毎日、長くなっていた。顧問の先生は毎回、厳しい声で、もう一度、最初からと言い、部員たちは疲れた体で、何度も同じフレーズを繰り返した。放課後の練習が終わった後も、さきは一人で音楽室に残って、発声練習をすることが多かった。誰もいない部屋で、自分の声だけを響かせる時間が、さきにとって一番落ち着く時間だった。その日の練習中、部員の一人が、ふと窓の外を見て、動きを止めたことがあった。理由を聞くと、その部員は、校庭の隅に誰か立っていた気がしたけど、気のせいだったみたい、と、曖昧に答えた。誰もそのことを気にしなかったが、さきだけは、なぜかその言葉が、頭の片隅に残った。3年前の合唱部の先輩たちの間では、ある言い伝えが、冗談のように語り継がれていた。3階の音楽室に選ばれた人は、コンクールで必ずいい声が出せなくなる、というものだった。誰もその言い伝えの出所を知らなかったし、本気にしている部員もいなかった。さきも、これまでは、その話を単なる噂だと思っていた。先月、卒業した先輩の一人が、部活の見学に来たとき、雑談の中で、ふとその話に触れたことがあった。先輩は笑いながら、私が1年生の時、3階の廊下で誰かに呼ばれたことがあるんだよね。名前じゃなくて、ただこっちに来てって。振り返っても誰もいなかったけど、と話した。当時は単なる怪談として聞き流していたが、今になって、さきはその話を何度も思い出すようになっていた。放課後、部員たちが楽譜を片付けている間、さきはふと、3階へ続く階段の方に目をやった。踊り場の暗がりに、誰かがじっと立っているような、そんな錯覚を覚えた。
瞬きをすると、そこには誰もいなかった。サキは自分の気のせいだと思い直して、荷物をまとめ始めた。その日も、サキは練習が終わった後、忘れ物を取りに、もう一度音楽室に戻った。廊下には、もう誰もいなかった。窓の外は、すでに暗くなり始めていて、校舎全体が、いつもより静かに感じられた。足音が、やけに大きく廊下に響いた。サキが2階の廊下を歩いていると、上の階から、かすかな歌声が聞こえてきた。最初は空耳だと思って、サキは気にせず歩き続けた。しかし、階段の近くまで来ると、歌声はもっとはっきりと聞こえてきた。旋律には聞き覚えがなかったが、その声は驚くほど澄んでいて、美しかった。その声は、3階の一番奥にある古い音楽室から聞こえていた。あの部屋は、サキが知っている限り、もう5年以上、誰も使っていない教室だった。ドアにはいつも鍵がかかっていて、窓には内側から古いカーテンがかけられていた。1年生の頃、サキは先輩から、あの部屋には近づかない方がいいと言われたことがあった。理由を聞いても、先輩は困ったように笑うだけで、はっきりとは答えてくれなかった。サキは足を止めて、階段の下から上を見上げた。声は女の子の声で、とても静かで、悲しい旋律を歌っていた。歌詞は聞き取れなかったが、その声には、なぜか強く引きつけられるものがあった。まるで、自分だけに向けて歌われているような、そんな感覚だった。サキは、ゆっくりと階段を登り始めた。一段、また一段と登るごとに、歌声は近くなっていった。踊り場を過ぎるあたりで、廊下の電灯が一つ、突然消えた。サキは肩をすくめて足を止めたが、すぐに気を取り直して、また階段を登った。途中、サキは自分の足音の他に、もう一つ、別の足音が、少し遅れて重なって聞こえていることに気づいた。立ち止まると、その足音も、ぴたりと止まった。もう一度歩き出すと、また同じように、遅れて足音が続いた。サキは何度も後ろを振り返ったが、階段にはいつも自分一人しかいなかった。3階に近づくにつれて、空気が明らかに冷たくなっていった。壁に取り付けられた温度計の数字が、1階よりもはっきりと低い数字を示していた。サキは自分の吐く息がうっすらと白くなっていることに気づき、季節にはまだ早いはずなのにと違和感を覚えた。
3階の廊下に着くと、歌声は確かにあの古い音楽室の中から聞こえていた。廊下は薄暗く、非常灯の緑色の光だけが床にぼんやりと伸びていた。サキはドアの前に立って、そっとノブに手をかけた。ノブは冷たく、氷を触っているようだった。ドアの木目に、指の跡のような小さなへこみがいくつも並んでいることに気づいたが、サキはそれを気に留めないようにした。ノブを返そうとしたが、鍵がかかっていて、ドアは動かなかった。その瞬間、歌声がピタリと止まった。代わりに、ドアの向こうから何かが床を引きずるような音が聞こえてきた。まるで誰かが重いものを引きずりながらドアに近づいてくるような音だった。音は少しずつドアのすぐ内側まで近づいてきた。サキは体が固まって動けなくなった。心臓が耳の中で鳴っているように感じられた。呼吸の仕方さえ思い出せなくなるほどだった。ドアのすぐ向こう側、サキの顔のちょうど正面あたりから小さな声が聞こえた。見つけた。その声は、サキの名前を知っているかのように、はっきりとサキの耳元で響いた。声には、喜んでいるような、それでいてどこか寂しいような、複雑な響きがあった。サキは、その瞬間、体の力が抜けて、その場に座り込んでしまった。ドアの隙間から、冷たい空気が、床を這うようにサキの足元まで流れてきた。数秒後、勇気を振り絞って立ち上がり、サキは階段を駆け下りた。振り返る余裕もなく、サキは昇降口まで走り続けた。途中、上履きが脱げそうになったが、それを気にする余裕さえなかった。昇降口を出て、外の冷たい空気を吸い込んだとき、サキは自分の手が氷のように冷たくなっていることに気づいた。あの部屋のドアには確かに鍵がかかっていた。それなのに、あの声はまるでドアのすぐ内側、サキのすぐ目の前にいるかのように聞こえた。学校からの帰り道、サキはいつもより早足で歩いた。途中、小さな神社の前を通りかかると、風もないのに、鳥居の脇にかかっている鈴が、かすかに音を立てて揺れた。サキは足を止めて、しばらくその鈴を見つめたが、結局、何も起きなかったので、そのまま歩き続けた。角を曲がったところで、いつも道端にいる野良猫と目が合った。猫は、サキの後ろの方向を見つめたまま、低くうなり続け、しばらく動こうとしなかった。家に帰ってからも、サキはあの声のことが頭から離れなかった。
夕食の間も、お風呂に入っている間も、ドアの向こうから聞こえた見つけたという声が、耳の奥で繰り返し響いていた。それは、まるで、サキがその部屋に来ることを、ずっと前から知っていたかのようだった。その夜、サキは布団に入ってからも、なかなか寝つけなかった。天井を見つめていると、窓の外を何かの影がゆっくりと横切ったような気がした。サキはとっさに布団を頭までかぶり、朝までそのままの姿勢でじっと目を閉じていた。隣の部屋からはテレビの音がいつも通り小さく聞こえていた。両親がまだ起きている気配を感じると、サキは少しだけ安心することができた。それでも、目を閉じるたびに、ドアの向こうから聞こえたあの声が、頭の中で何度も繰り返された。真夜中、ふと目が覚めたとき、サキは自分の呼吸の他に、もう一つ、別の呼吸の音が、すぐ枕元で聞こえるような気がした。布団の中で、体をこわばらせたまま、サキはその音が消えるのを、ただじっと待ち続けた。長い時間が過ぎたように感じたが、時計を見ると、まだ数分しか経っていなかった。やがて、その気配は少しずつ遠ざかっていき、サキはいつの間にか浅い眠りに落ちていった。朝、目が覚めると、部屋の空気はいつも通りに戻っていた。カーテンの隙間から差し込む朝日を見て、サキは少しだけ気持ちが軽くなるのを感じた。しかし、着替えようとして手に取った制服の袖口に、覚えのない小さな汚れがついているのを見つけたとき、その安心感はすぐに消えてしまった。次の日、サキは合唱部の友達の寮に昨日のことを話した。二人は幼稚園の頃からの付き合いで、サキが困っていることがあれば、寮はいつも真っ先に相談に乗ってくれる相手だった。寮は真剣な顔で、それ、本当に人の声だったのと聞いた。間違いない。しかも、はっきりと見つけたって言ったの。ドアには鍵がかかっていたのに、まるですぐ目の前で言われたみたいだった。とサキは答えた。寮はしばらく黙っていたが、やがて実は私も、前に、あの部屋の近くで変な音を聞いたことがある、と言った。いつのこと、とサキが聞くと、寮は表情を曇らせて、一年生の時。掃除当番で3階に行った時、誰もいないはずの音楽室から、机を引きずるような音が聞こえたことがある。あの時は気のせいだと思うようにしていたんだけど、と答えた。寮は続けて、あの時もすごく寒かった。それに、なんだか誰かに見られているような感じがして、それ以来
できるだけ3階には近づかないようにしていたんだ、と話した。サキは、その話を聞いて、自分だけが特別に選ばれたわけではないのかもしれないと、少し複雑な気持ちになった。もしかすると、これまでにも多くの生徒が同じような違和感を覚えながら、それを気のせいだと片付けてきたのかもしれない。二人は放課後、図書室へ行くことにした。学校の古い記録が残っている資料室で何か手がかりが見つかるかもしれないと思ったからだった。図書室の司書の先生に事情を話すと、少し驚いた顔をしたが、資料室の鍵を貸してくれた。司書の先生は鍵を渡しながら、あの部屋、長い時間いるとなんだか変に疲れるのよね、と独り言のようにつぶやいた。図書室の奥にある資料室には、古い卒業アルバムや学校新聞のファイルが年代順に棚に並んでいた。埃っぽい空気の中、二人は懐中電灯を片手に30年前のアルバムを一冊ずつ確認していった。棚の奥にはさらに古い年代の資料も残されていて、一番古いものには昭和という文字が印刷されていた。サキはふと思いついて、さらに古い年代の資料も確認してみることにした。1966年のさらに30年前、1936年の学校新聞の続きを開くと、そこにも似たような小さな記事が挟まれていた。文字はかすれてほとんど読めなかったが、合唱部生徒、コンクール前夜に消息を絶つという見出しだけは、かろうじて判読できた。30年ごとに繰り返されてきたことが、これで、ほぼ確実になった。亮は、卒業生名簿のページから、1996年当時の合唱部顧問の名前を見つけ出した。名前を頼りに調べてみると、その教師は、事件の翌年に、この学校を辞めていたことが分かった。現在の住所までは、資料室の情報だけでは分からなかったが、司書の先生に相談すると、地域の同窓会名簿を貸してくれた。数日後、サキと亮は、近くの町に住む、当時の卒業生の一人に、思い切って会いに行くことにした。その人は、1996年当時、美咲と同じ学年だったという。喫茶店で会ったその人は、最初は言葉を濁していたが、二人が資料室で見つけた記事の話をすると、表情を曇らせて、あの年のことは、今でも、あまり思い出したくない、と、ぽつりと言った。その人は続けて、コンクールの前の日、美咲さんが、突然、部活に来なくなった。先生たちは、家庭の事情だと説明していたけど、誰も本当のことだとは思っていなかった、と話した。美咲さんに何か変わった様子はありましたか？
とサキが聞くと、その人は少し考えてから、最後の1週間、彼女、誰かに呼ばれているような、そんな話し方をするようになっていた。呼ばれている気がするって何度も言っていた、と答えた。亮がその後、美咲さんのご家族とは連絡を取られましたかと尋ねると、その人は目を伏せて、一度だけお葬式であった。でも、その後は誰も連絡先を知らない。引っ越してしまったと聞いた、と答えた。その人は最後に少し声を落として、本当はあまり思い出したくないんだけど、一つだけ覚えていることがある。事件の後、卒業アルバムの写真を撮り直そうとしたとき、美咲さんが写っている元の写真だけが何度現像してもなぜか赤茶けた色になってしまって、結局、そのまま使うしかなかった、と付け加えた。サキとリョウは、その言葉を聞いて、顔を見合わせた。それは、まさに、今のサキが感じていることと同じだった。喫茶店を出た後、二人はしばらく無言のまま駅までの道を歩いた。1996年の卒業アルバムを開いたとき、リョウが小さな声を上げた。見て、これ、そこには合唱部の集合写真が載っていた。写真の中央に立っている女の子の名前には赤いペンで大きく丸がつけられていた。名前の欄には美咲美咲と書かれていた。写真の中の美咲は少し照れたような笑顔でこちらを見つめていた。サキはその名前を見て体が震えるのを感じた。美咲という響きがなぜか自分の名前と重なるように思えたからだった。写真をじっと見つめていると、美咲の顔立ちが鏡で見る自分の顔とどこか似ているようにも思えてきた。写真の下には小さな新聞記事の切り抜きが貼られていた。記事にはこう書かれていた。本校合唱部の生徒、美咲美咲さん17が合唱コンクール前日、校内で転落し、死亡した。事故当時、校内に他に生徒はいなかったとされる。警察は事故と事件の両面から調査を進めている。リョウは記事を指さして、事故って書いてあるけど、本当にそうなのかな？両面から調査って何か気になることがあったってことだよね、とつぶやいた。サキは他のページも確認してみることにした。すると、驚くことに、1966年の卒業アルバムにもよく似た記事が挟まれていた。合唱部の生徒が一人、コンクールの直前に校内で行方不明になったという内容だった。記事の見出しには、
校内で生徒消える。捜索続くも手がかりなしと書かれていた。1966年のアルバムに載っていた合唱部の集合写真にも、一人の生徒の名前に赤い丸がつけられていた。さきはその名前を小さな声で読み上げた。宮下ゆかりという名前だった。写真の中のゆかりは、美咲と同じように少し控えめな笑顔でカメラに向かって立っていた。亮はページをめくる手を止めて、二人とも写真の中でなんとなく同じような表情をしている気がする、とつぶやいた。さきもそれにはなんとなく同意する気持ちがあったが、うまく言葉にすることができなかった。30年ごと、さきは思わず声に出した。亮は顔を青くして、1966年、1996年、次は、と言いかけて、言葉を止めた。指で数字を数えるように、亮の唇がわずかに動いていた。今年は、その計算の通りだった。さきは背中に冷たい汗が伝うのを感じた。さきは資料室の棚の奥に古いノートが一冊隠れるように置かれているのを見つけた。表紙には色あせた文字で美咲と書かれていた。ページの端は長い取り付きのせいで茶色く変色していた。それは美咲の日記だった。さきは震える手でそのノートを開いた。最初のページにはこう書かれていた。今日、また誰かが階段を登ってくる足音が聞こえた。あの子は私と同じ声をしている。きっと、あの子が次になる。怖くなんかない、と自分に言い聞かせているけれど、本当はずっと怖い。日付を見ると、それは1996年のちょうど今日と同じ日付だった。さきはページをめくる手を止められなかった。次のページ、また次のページにも同じような不安の言葉が並んでいた。ページを進めるごとに、文字はだんだんと乱れていった。ある日のページには、今日、先生に相談してみた。でも、先生は困った顔をするだけで、何も約束してくれなかった。もしかしたら、先生も、本当は何かを知っているのかもしれない、と書かれていた。また別のページには、お母さんには、心配をかけたくないから、何も言わないでおくことにした、という一文もあった。さきは、その一つ一つの言葉から、30年前、美咲が一人で抱えていた恐怖の重さを感じ取った。誰にも本当のことを話せないまま、
一人で毎日を過ごしていたであろう美咲のことを思うと、咲の胸は痛いほど締め付けられた。最後のページには、ほとんど判読できないほど震えた文字で、一つの短い文だけが書かれていた。窓の外に誰かが立っている。咲は背筋が凍りつくのを感じた。30年前の日記に書かれている内容が、まるで今の咲のことを指しているようだった。亮はノートを覗き込みながら、この日記、誰かに見せた方がいいんじゃないかな、と言った。咲は首を横に振って、まだ証拠としては弱い気がする。もう少し調べてから話そう、と答えた。亮は棚の隅からもう一冊薄い冊子を見つけた。それは当時の教職員会議の記録をまとめたもので、ほとんどのページが無味乾燥な議題で埋まっていた。しかし、1996年10月のページにだけ、一個、走り書きのような文字が残されていた。合唱部の件、これ以上は誰にも話さないこと。要はその一文を指でなぞりながら、これ、明らかに何かを隠そうとしてるよね、とつぶやいた。咲は何も言えないまま、その一文をじっと見つめ続けた。ノートを閉じたとき、資料室の窓の外を何かがすっと横切ったような気配がした。咲と亮は思わず顔を見合わせ、それ以上その場に止まることができなかった。その日から咲の周りで少しずつおかしなことが起こり始めた。まず、家に帰ると、咲の机の上に見覚えのないメモが置かれていた。メモには、咲の筆跡にそっくりな字で、もう気づいているでしょう、と書かれていた。咲は、そんなメモを書いた覚えはなかった。何度も見比べてみたが、書き引きや文字の丸み方まで自分の字とほとんど同じだった。咲はそのメモを机の引き出しにしまい、鍵をかけた。それでも部屋にいる真中、その引き出しのことが気になって勉強に全く集中できなかった。夕方、母親が部屋のドアをノックして、ご飯できたよ、と声をかけたとき、咲は飛び上がるほど驚いてしまった。その夜、咲は洗面所の鏡の前で歯を磨いていた。鏡の中にはいつもと同じ咲自身の顔が映っていた。しかし、ふと視線を下げた瞬間、鏡の中の咲の後ろに、もう一つ、人影が立っているのが見えた。長い髪の、白っぽい服を着た誰かの輪郭だった。咲は驚いて振り返ったが、後ろには誰もいなかった。もう一度鏡を見ると、人影も消えていた。
歯ブラシを持つ手が小さく震えていた。サキはしばらくの間、鏡から目をそらすことができなかった。その夜、サキはなかなか眠れなかった。布団の中で目を閉じていると、どこからともなく、あの歌声がまた聞こえてきた。今度は家の中から聞こえているようだった。小さく、しかし確かに、あの日、音楽室のドアの向こうで聞いたのと同じ旋律だった。さっきは携帯電話で寮に連絡した。呼び出し音が鳴るたびに、さきの心臓は大きく跳ねた。寮は電話に出ると、実は私も、今、家で同じ声を聞いている、と震える声で言った。二人は、電話越しに、しばらく黙って耳を澄ませた。歌声は、二人の家の両方から同時に聞こえているようだった。電話の向こうで、亮が小さく息を止める気配が伝わってきた。しばらくして、亮がねえ、今何か聞こえなかったと、小さな声で聞いてきた。さきが何もと答えると、亮は、気のせいならいいんだけど、誰かが、私の部屋のドアを、コツコツって叩いたような気がして、と言った。二人は、それ以上、電話を続けることができず、お互いにまた明日とだけ言って、通話を切った。電話を切った後も、さきは、しばらくスマートフォンの画面を見つめていた。ふと画面が暗くなった瞬間、反射した自分の顔の後ろに、一瞬だけ、誰かの輪郭が映り込んだような気がした。慌てて明かりをつけると、部屋にはいつもと変わらない光景が広がっているだけだった。次の日、学校へ行く途中、さきは道路脇の窓ガラスに自分ではない誰かの姿が映っているのに気づいた。振り返っても、そこには誰もいなかった。心臓の音が耳の奥で大きく響いた。さきは足を速めて、そのまま学校まで走った。教室に着いてからも、さきは落ち着かなかった。授業中、隣の席の生徒が消しゴムを落として、さきの机の下に潜り込んだとき、その生徒は、さきの椅子の元、なんか冷たい風が来る、と小さくつぶやいた。窓は閉まっていて、風が入る隙間などどこにもなかった。昼休み、さきは3階のトイレに行こうとして、廊下の途中で足を止めた。突き当たりにある、あの音楽室のドアが、わずかに開いているように見えたからだった。近づいて確認すると、ドアはいつも通り、しっかりと閉まっていた。見間違いだったのだろうと、さきは自分に言い聞かせたが、心臓の鼓動は
しばらく収まらなかった。学校に着いてからも、廊下の防犯カメラの映像に、3階の廊下を歩く制服姿の女の子の姿が映っていたと、他の生徒たちの間で噂になっていた。教室では、その話でざわついていて、何人かの生徒は、怖くて3階のトイレに行けないと話していた。さきとりょうは、放課後、その防犯カメラの映像をこっそり確認させてもらうことにした。生徒指導の先生は、最初は渋っていたが、これ以上変な噂が広がるくらいなら、と言って映像を見せてくれた。生徒指導室のパソコンを借り、二人は画面に顔を近づけて映像を再生した。映像には確かに誰もいないはずの3階の廊下をゆっくりと歩く女の子の後ろ姿が映っていた。歩き方にはどこか力が入っていないようなふわふわとした頼りなさがあった。映像の時刻表示を見ると、記録された時間は深夜の2時を少し過ぎた頃だった。校内にはその時間、誰もいないはずだった。生徒指導の先生は画面を見ながら警備会社にも確認したけど、その日、警報は鳴っていないらしい。カメラの故障かもしれないって、そう言われた、と、あまり自信のなさそうな声で説明した。女の子は、途中で一度だけ振り返った。その瞬間、映像が激しく乱れて、何も見えなくなった。ノイズの向こうから、かすかに、あの歌声の切れ端が聞こえたような気がした。陽は震えながら今の、顔、見えた、と小さな声で言った。さきは何も答えることができなかった。なぜなら、一瞬映った横顔が、鏡で見る自分の顔と、あまりにもよく似ていたからだった。パソコンの画面を見つめたまま、さきはしばらく動くことができなかった。その夜、さきは自分の部屋で、もう一度、あの日記のことを思い出していた。あの子は、私と同じ声をしている、という一文が、頭から離れなかった。窓の外で、風もないのに、カーテンが一瞬、大きく揺れた。さきは、それを見なかったことにして、電気を消さずに眠った。眠りに落ちる直前、さきは、部屋のどこかから、紙をめくるような、カサカサという小さな音を聞いた気がした。目を開けて確認したが、机の上のノートは、閉じた時のまま、動いた様子はなかった。それでも、しばらくの間、さきは目を閉じることができず、天井の模様を、ぼんやりと見つめ続けていた。明け方近く、さきはふと目を覚ました。部屋の隅、勉強机の椅子の上に、
誰かが座っているような、うっすらとした人の形が見えた気がした。声を出そうとしたが、喉が固まったように動かなかった。数秒後、根を強くこすってから、もう一度確認すると、椅子の上には、脱いだままの制服が置かれているだけだった。それでも、しばらくの間、サキは布団の中から出ることができなかった。翌朝、学校に着くと、下駄箱の中に、サキの上履きと一緒に、一枚の小さな紙切れが入っていた。紙には、やはりサキ自身の筆跡によく似た字で、あと少しとだけ書かれていた。サキは、その紙を誰にも見せず、そっとポケットにしまった。寮に話すべきかどうか、迷っている自分がいた。その週末、サキの母親が、食卓で、最近元気ないね。何かあった、と心配そうに聞いてきた。サキは、ちょっと、コンクールのことで悩んでて、と、当たり障りのない返事をした。母親は、それ以上は深く聞かず、ただ、無理しないでね、と言っただけだった。サキは、本当のことを話しても、誰も信じてくれないだろうと思っていた。その夜、サキは久しぶりに、はっきりとした夢を見た。夢の中で、サキは3階の音楽室の中に立っていた。古いピアノの前に誰かが座っていて、その背中はどこか自分自身の背中に似ているように感じられた。夢の中のサキが声をかけようとした瞬間、その人物がゆっくりと振り返った。顔が見える直前に、サキは目を覚ました。心臓が激しく泣くうち、パジャマの背中は汗でぐっしょりと濡れていた。サキとリョウは、これ以上、自分たちだけで抱えることはできないと感じた。二人は、この学校で一番長く働いている用務員のおじいさんに、すべてを話すことにした。おじいさんはいつも校庭の隅で、静かに庭木の手入れをしている、口数の少ない人だった。生徒たちの間では、この学校が建てられた時から、ずっとここで働いているという噂もあったが、本当のところは誰も知らなかった。放課後、サキとリョウは用務員室に向かった。用務員室は校舎の一番端、普段はあまり生徒が通らない場所にあった。ドアをノックする直前、リョウは小さく深呼吸をして、本当に話して大丈夫かな、とつぶやいた。サキは何も答えず、ただ、こっくりとうなずいた。用務員室で、二人は、聞いた声のこと、資料室で見つけた記事と日記のこと、そして防犯カメラに映った女の子のことを、順番に説明した。話している間、
おじいさんは湯飲みを両手で包んだまま、じっと二人の顔を見つめていた。部屋の隅にある古いストーブが小さな音を立てていて、その音だけがしばらくの間、部屋の中に響いていた。おじいさんは話を聞き終えると、長い間、目を閉じたまま黙っていた。部屋の中には古い時計の針の音だけが響いていた。それから静かに口を開いた。おじいさんはその話をする日が来るとは思っていなかったと言った。本当のことを教えてくださいとサキは言った。おじいさんはうなずいてゆっくりと話し始めた。30年前、いや、正確には60年前から、この学校の合唱部には、ある習わしがあった。当時の顧問の教師が、廃部になりかけていた合唱部を救うために、校舎の地下にある古い祠に、生徒の声を捧げるようになったんだ。亮は信じられないという様子で、声を捧げるって、どういうことですかと聞いた。おじいさんは湯飲みをテーブルに置き、両手を膝の上で組んだ。窓の外ではいつの間にか日が沈み始めていて、部屋の中は少しずつオレンジ色の光に包まれていった。おじいさんは続けた。一番才能のある生徒が選ばれる。その生徒は、コンクールの前日に、あの音楽室に呼び出される。そして、二度と戻ってこない。代わりに、残った部員たちの歌は、その年から不思議なほど上達する。30年前も、60年前も、同じことが起きた。当時の記録には、はっきりとは残されていないが、私はこの目で、その様子を見てきた。サキは声を失った。美咲の日記に書かれていた、私と同じ声をしているという言葉の意味が、今、はっきりとわかった。おじいさんは、机の引き出しから一枚の古い写真を取り出した。それは、地下にある祠の写真だった。写真は色あせ、端がボロボロになっていたが、祠の形だけは、はっきりと写っていた。おじいさんは、祠は、今も校舎の地下にある。30年に一度、血の声を求めて、扉が開く。今年が、その年だ、と言った。サキは震える声で、じゃあ、私が聞いた見つけたという声は、と言いかけた。おじいさんは、悲しそうな顔で、祠が、お前を選んだということだ、と言った。亮は思わず立ち上がって、そんな話、信じられません。何か、止める方法はないんですかと強い口調で言った。
おじいさんは、しばらく目を伏せてから、60年前、私はまだ、この学校に入ったばかりの用務員だった。あの年に選ばれた生徒の家族が、毎日のように学校へ来て、娘を探し続けていたのを、今でも覚えている。当時の校長も、教師たちも、誰も本当のことを話そうとはしなかった、と続けた。先生たちは、知っていたんですかとサキが聞いた。おじいさんはうなずいて、一部の教師だけが知っていた。知りながら、見て見ぬふりを続けてきた。私も、その一人だ、と、絞り出すように言った。亮は首を横に振って、私が知る限り、途中で止められたことは一度もないんですかと食い下がるように聞いた。おじいさんは首を横に振って、私が知る限り、途中で止められたことは一度もない。ただ、一つだけ確かなことがある。祠に近づけば、選ばれた者が、これまで何が起きてきたのかを、自分の目で確かめることができる、と言った。サキは、その言葉を聞いて、拳を強く握りしめた。何もわからないまま、ただ怖がっているだけでは、何も変わらないと感じたからだった。おじいさんは、最後にもう一つ、付け加えた。60年前、私は一度だけ、地下の祠に近づいたことがある。あの時、扉の向こうから、無数の声が重なって聞こえてきた。まるで、これまで選ばれてきた生徒たちが、全員、まだあの場所にいるかのようだった。それ以来、私は、二度とあの場所には近づいていない。亮は声を震わせて、それなら、私たちも、行かない方がいいんじゃないですか、と言った。サキはしばらく黙っていたが、やがて、このまま何もしないで、コンクールの前日を迎える方が、もっと怖い、と、はっきりとした声で言った。おじいさんは、二人の顔を交互に見つめてから、静かにうなずいた。おじいさんは、わかった。せめて、これを持って行きなさい、と言って、机の引き出しから、古い懐中電灯と、地下室のマスターキーを取り出し、二人に手渡した。おじいさんは、鍵を渡す前に、もう一つだけ付け加えた。おじいさんは、一つだけ、約束してほしい。もし、途中で本当に危ないと感じたら、迷わず、そこで引き返すこと。真実を知ることよりも、生きて戻ってくることの方が、ずっと大事だ、と、強い口調で言った。サキと亮は、その言葉に、それぞれうなずいた。用務員室を出るとき、亮が振り返っておじいさんは、
なぜ、今になって話してくれる気になったんですかと聞いた。おじいさんは、少し寂しそうな笑みを浮かべて、もう、この年になると、隠し続けることの方が、辛くなってきたんだ、とだけ答えた。廊下を歩きながら、亮は小さな声で、本当に、行くつもりなのとサキに聞いた。サキは、しばらく黙って歩き続けてから、怖いけど、このまま何もしないで、あの日が来るのを待つ方が、もっと怖い気がする、と答えた。夕暮れの廊下には、二人の足音だけが、静かに響いていた。その夜、サキとリョウは、地下の祠を確認しに行くことを決めた。もし本当に何かが起ころうとしているなら、自分たちの目で真実を確かめる必要があると思ったからだった。夜のととき、サキとリョウは、用務員のおじいさんから借りた懐中電灯とマスターキーを持って、誰もいない学校に忍び込んだ。校門の脇にある小さな通用口は、おじいさんがあらかじめ鍵を開けておいてくれていた。家を出る前、サキは母親に、今日は寮の家に泊まるとだけ伝えていた。嘘をつくことに少しの罪悪感があったが、本当のことを話す勇気はどうしても出なかった。校舎の中は昼間とは全く違う顔をしていた。廊下は真っ暗で、懐中電灯の光の輪だけが二人の周りをぼんやりと照らしていた。昼間は当たり前に聞こえていた生徒たちの声も、教師の足音も、今はどこにもなかった。ただ、二人の足音と息遣いだけが静まり返った廊下に響いていた。校舎の地下には、普段は使われていない古い倉庫のような空間があった。おじいさんの説明通り、倉庫の一番奥に小さな鉄の扉があった。扉には古い錠前がかかっていたが、マスターキーで簡単に開いた。錆びた蝶つがいが耳障りな音を立ててきしんだ。扉の向こうには狭い階段がさらに下へと続いていた。亮は階段を覗き込みながら、本当に降りるのと消え入りそうな声で聞いた。サキは懐中電灯を握り直して、ここまで来て引き返せないと答えた。自分の声が思ったよりも落ち着いていることに、サキ自身少し驚いていた。階段を降りていくと空気が急に冷たくなった。一段降りるごとに気温が下がっていくのがはっきりとわかった。壁にはびっしりと古いお札のようなものが貼られていたが、そのほとんどが剥がれかけていた。懐中電灯の光がお札の文字をぼんやりと浮かび上がらせた。文字は古い時代のもので、
先には、その意味を読み取ることができなかった。階段の途中、亮が小さく悲鳴を上げた。壁に貼られたお札の一枚に、うっすらと手のひらの跡のようなものが内側から押し付けられたように残っていたからだった。二人はそれ以上、その場所を見ないようにして、足早に階段を下り続けた。階段は思っていたよりも長く続いていた。何段降りても、その先にまた新しい段が続いているように感じられ、サキは自分たちが本当に地下に向かっているのか、それとも全く別の場所に向かっているのか、わからなくなりそうだった。数えていたはずの段数も途中でわからなくなってしまった。階段を降り切ると小さな部屋があり、その中央に古びた祠が置かれていた。祠の前には干からびた花や色あせたリボンがいくつも備えられていた。よく見ると、リボンには卒業年度と思われる数字が小さく書き込まれていた。1966、1996。数字は二つともサキたちがすでに知っている年だった。空気は重く、どこか甘いような、それでいて吸えたような、不思議な匂いがした。祠の周りの壁には、何十枚もの色あせた集合写真が金で留められていた。写真の中には、見覚えのある1996年の合唱部の写真もあった。よく見ると、写真の中の目先の顔の部分だけが、爪で引っかいたように、薄く傷ついていた。亮は懐中電灯で祠を照らしながら、本当に、こんなものが、とつぶやいた。声は、部屋の中で、思っていたより大きく響いた。壁に反響した自分の声が、まるで別人の声のように聞こえて、亮は思わず口をつぐんだ。その時、祠の奥から、また、あの歌声が聞こえてきた。今度は、これまでで一番はっきりと、すぐ近くから聞こえていた。歌声は、部屋全体を、静かに震わせているようだった。歌声とともに、祠の後ろの暗闇から、白い着物を着た女の子が、ゆっくりと姿を現した。長い髪が顔の半分を覆っていたが、覆われていない方の目は、まっすぐに先を見つめていた。歩くたびに、床に触れているのかいないのか、わからないような、頼りない足音がした。亮は思わず後ずさりして、サキの腕に強くしがみついた。サキ自身も、足がその場に根を張ったように動かなかったが、それでも、根をそらすことだけは、なぜかできなかった。女の子の輪郭は、懐中電灯の光を受けるたびに、少しだけ揺らいで見えた。
まるで水面に映る影のように実体のはっきりしない存在だった。女の子は、やっと来た。ずっと待っていた、と、かすれた声で言った。さきは後ずさりしながら、あなたが、美咲さんですかと聞いた。女の子はゆっくりとうなずいて、私は30年間、ここで待っていた。次の声が来るのを、と言った。亮が、さきの腕を掴んで、逃げよう、と叫んだ。しかし、二人が階段の方を振り返ると、階段の入り口が、いつの間にか、大きな影で塞がれていた。冷たい空気が、二人の足元から、ゆっくりと這い上がってきた。美咲は先に向かって、片手を伸ばしながら、怖がらなくていい。あなたの声は、私の声になる。そうすれば、私は、やっと自由になれる、と言った。伸ばされた手の先は、闇に溶けるように、輪郭がぼやけていた。さきは恐怖で足がすくんだが、それでも、もう一つ、確かめたいことがあった。喉の奥から、声を絞り出すようにして、さきは言葉を続けた。さきは震える声で、あなたは、どうして選ばれたんですかと聞いた。美咲は、寂しそうな表情を浮かべて、私も、30年前、同じことを聞いた。だから、今度は、私が答えれば、と言った。亮は震えながら、サキを連れて行かせないと叫び、サキの前に立ちはだかった。美咲は、その言葉に、少しだけ驚いたような表情を見せた。美咲は静かに、あなたにも、覚えがあるはずよ、と亮に向かって言った。亮は戸惑った様子で、どういう意味ですかと聞き返した。美咲は答える代わりに、ゆっくりと首を横に振り、再び先の方に視線を戻した。美咲は、怖いのは、わかる。私も、あの日、同じくらい怖かった。でも、これは、もう止められないの、と、静かに言葉を続けた。美咲が一歩近づくと、祠の周りの空気が、渦を巻くように揺れ始めた。壁のお札が、一枚、また一枚と、音もなく剥がれ落ちていった。懐中電灯の光が、瞬くように弱くなり、部屋の隅から、暗闇が少しずつ広がってきた。陽は先の手を強く引いて、こっちに隙間がある、と叫んだ。階段を塞いでいた影の端に、わずかな隙間ができていた。二人は、その隙間に向かって、必死に走り出した。しかし、数歩も進まないうちに、先の足が何かに絡め取られたように動かなくなった。振り返ると、
足元の床から黒い影のようなものが、ツタのように伸びて、サキの足首に絡みついていた。サキは声にならない叫びを上げながら、必死にその影を振りほどこうとした。リョウは階段の隙間の手前で足を止め、サキの方へ引き返そうとしたが、その瞬間、階段の隙間が音もなく閉じてしまった。ミサキの声が部屋中に静かに、しかしはっきりと響いた。ミサキはもう逃げられないと言った。リョウの声が遠くから聞こえるようにだんだんと小さくなっていった。サキの視界も少しずつ暗くなっていった。歌声だけが耳の奥でいつまでも響き続けていた。